はい、乙女座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は2026年後半の流れと、あと特にですね7月8月9月の3ヶ月のとても重要な惑星の動きがあるので、そこに特化した内容でお届けしたいと思います。星の動きに関しては別の動画で12星座共通になるんですけれども、詳しくくどく解説した動画がありますので、そちらぜひご覧になってください。そしてこの乙女座さん向けの動画の中では7月8月9月の全体運とお仕事運と、あと恋愛運と人間関係を4つに分けてカードをそれぞれ引いて見てみますので、よろしくお願いします。ではまずは全体運から見てみます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。はい、ワンドの5、ソードの3、タワーの逆、ペンタクルス3、お月さんの逆ですね。そしてカップのキング逆とカップナイト。気をつけることや対策がジャッジメントと吊し人とオラクルアーじゃん、鳳凰です。なるほど、いい形で導かれそうですね。ちょっとまず星の補足説明させていただきたいんですけども、今年の後半から来年の前半にかけては、基本的にはね獅子座のエネルギーが強いので、何かを表現していくとか、もっと楽しんでいくとか、自分らしくいるみたいな、そういったエネルギーがあるんですが、乙女座さんにとっては今年の春4月の末ぐらいからとにかく社会がてんやわんやっていうか結構目まぐるしいんですよね。いろんなことが起きてくる。これは仕事だけじゃないんですよ。自分の生き方とか環境において何かいろんなことが出てきているんじゃないかなと思うんですね。でその上で今年の後半から来年の7月までっていうのは、約1年間っていうのはこれまでの11年間の総まとめというか、こう何かを収めていくみたいな時になるんです。確かに社会とか環境とかはちょっと目まぐるしく変化なんですが、自分がこれまで生きて経験してきた上で学んだこととか頑張ってきたこととかっていうのはちょっと振り返って、なんか一人でゆっくり過ごすとか内省するとか、自分はこんなにも頑張ってきたなみたいな感じで何かを手放していく、整理していくみたいな、そんな感じの時なんですね。なので外側の環境は確かに目まぐるしいんですけれども、一番自分に与えられている恩恵っていうのは、今の状況、目まぐるしい状況の中でも一体自分はこれからどこに向かうんだろうとか、自分は本当に何をしたいんだろうとかっていう、内側が非常に光が届くというか、なんか波動調整されるみたいな感じの時なんですね。なのでこれまでちょっと無理してきたよとか、実は体がしんどかったんですっていう方はこの1年かけてゆっくりと自分の体を整えておく。ちょっと自分が本当体も変わろうとしてるっていう時もありますし、またはですねちょっと今までの環境とは違うところに行って過ごすとか、そういう方も結構いらっしゃるかもしれません。長く勤めたお仕事を辞めて3ヶ月間はちょっとどっかでのんびり南の島でっていうことなのか、どこかね沖縄でとかいうことなのかわからないですけど、そういうふうなこともあれば、自分をきちんと見つめるとか落ち着かせる場所で、過ごして体も心も整えるって感じがするんですね。なので非常にスピリチュアルなものとか目に見えないものとのなんかご縁も強くなるっていうのかな、そういうのもありますし、夢や直感がすごく強くなったりとかして、これまで自分が望んでいた成果とか物質社会っていうものではなく、そういったものをそういった執着もそうですし、結果も手放して見えないところでのサポートを受けて、自分が本当に進むべき道に行けるようにちゃんと整えておくみたいな、なんか本当トンネルの先はとても明るいんですけど、そのトンネルの中をくぐり抜ける間っていうのは余計なものを省いて整理して落ち着いて整えて、じゃあスタートみたいな、そんな感じなので、この1年かけてゆっくりと整えておくっていうふうに思ってほしいんです。なんですがいかんせんこの天王星というですね、本当にパチパチした興奮のエネルギーが乙女座さんの社会を照らしているので、いろんな仕事の話が来たりとか、
こういう生き方もあるかなみたいなことで結構出てくるんですよね。ただ目的が変わってくると思います。これまでのようにこれだけ稼ぐぞとか、この仕事でなんか自分が役職を持たなくちゃみたいな思ってたのからは少し変わっていくんだろうなって感じがします。だから本当に何を信じるのかとか、何が自分の心のなんか支えになるのかとか、そういったものが分かるよっていうのが一番のメッセージでしたね。そして入り口はやっぱりワンドの子なので、いろいろと整理しなきゃいけないことはあるのかなって、やることはたくさんあるんだろうなって思います。でもすごくそれを頑張ってらっしゃるとは思いますよ。で、少し前にやっぱタワーが出ていたりするので、タワーっていうのは何かこう突然の変化だったりとか、これまで自分が築き上げてきたものをもう卒業するみたいな、やめるみたいなこともあったりとか、なんか自分の進路が思っていた進路とは違う方向に行くみたいな、そういうのがあったりするんですね。でもこれはとてもいいことなんです。宇宙は私たちを陥れるっていうことはまず絶対なくって、こう常に私たちが生かされるように、私たちがこう本当に成長していく、細胞分裂して成長しているのと同じように空気を吸って食物を食べて体が生きているというように、何か生かされていくっていうことで、自分のこれまでやってきた方向性がもうより一層自分らしい方向に修正されていくと思ってほしいんです。なんですけども、自分の頭が想像したものが A という道だとしたら、直して A の道に行けないのみたいな気持ちでちょっと自分を責めたくなったりとか、願っていたことと違うみたいな感じで思いそうなんですけど、本当に本当に頭ではなくって、心の奥底から自分の魂が望むものは何かっていうところに合わせていくっていう風になるので、少し違う道みたいなのも見えてくるのかなって感じがしますね。でもすごく人には恵まれてるんです。なぜならば現状のところでもペンタクスの3っていうものが出てきたり、いろんな専門性を持った人、いろんな違う考えを持った人がちゃんとアドバイスくれるよっていうのもあったりとか、ここでもカップのキングにカップのナイトということで、とても乙女座さんの気持ちを分かってくれる人とか、気持ちを汲んでくれる人っていうのがいるんですね。なので気持ちは少しずつ晴れてきます。晴れてくる。みたいな思ってた気持ちが、こっちの方が良かったのかな、そうだよねみたいな感じで、少しずつ霧が晴れてきて、少しずつその上で関わる人との優しさを受け取っていく感じがします。なので一見止められてるように感じても、実はそれって本当は自分が望んでいたことじゃないですかみたいなお問い合わせもあるかなって思いました。なかなか面白いですね。本当にね、前に進むっていう時と引く時っていうかね、そういうのがあるとしたら、どちらかというとこの夏から来年の前半っていうのは、外側はガチャガチャしてたりすごいいろんなチャンスはあるけど、自分自身は引いたところから自分を見るっていう風にしてみてほしいんですね。ちょっと違う視点から自分の人生を見てみると、うわすごい応援されてるなとか、うわすごい違う見解があるなみたいな、特にこう波動とかそのスピリチュアルな世界とかってなると、精神的なものなんてどっから見るのっていうことによって、その人の視点によって全然違う風に見えたりするから、それをこう見て調整してるっていう感じかもしれません。ただね、安心していただきたいのが、やっぱりオラクルがこの鳳凰ということで、鳳凰はもう本当にまさに精神的なものがしっかりしてて、自分が進むべき道が分かっているとか、心はちゃんと安定するよっていうのがあるので、少しこう惑わされていたものから目が覚めたりとか、癒されるんじゃないかなって思います、気持ち的にね。はい、これが全体なんですね。ちょっとお仕事見てみましょうか。仕事、こっちにしよう。はい、見てみますね、お仕事。ソードのページ、カップ5逆、ソード6逆、ワンドのキング逆、太陽、ソードのキング逆、そしてカップの9逆ですね。気をつけることや対策がワンドの9とソードのナイトと、オラクルがワンドの3ですね。どうかな。
面白い動きがあるんですよね、星の中でもね。一般的に言うとこう木星が獅子座に入る時、乙女座さんにとってはこれ今までいろんな方を鑑定させていただいて、こういう時っていうのはね、お仕事を辞めたくなる人が多いんですね。もうここまでやったからいいかなとか、辞めたいなみたいな。ただこの夏から来年の夏まで約1年ありますので、この1年の中でどこが自分にとっての一番けじめをつけやすい時かっていうのはご自身の状況で判断していただきたいんですけども、なんとなく特にこの8月っていうのが日食もあるし、結構強いエネルギーの時なんですね。こうバックグラウンドで調整が行われるよっていう時なんですけど、そこでここの太陽が出てきてるってことは、もういいわ、もうやりきったみたいな、そういう感じになる可能性が高いなと思ったんです。なので納得いく状況まで自分がやりきったぞっていう人は、なんか清々しくその仕事を例えば終えたりとか、ちょっと終えて自分の人生を生きれるっていう方も多いのかなと思いましたね。でまたはですね、いや仕事は辞めたくないんですと、好きな仕事なんですっていう方は、何か一つを達成する。これまで自分が携わっていた仕事は達成、会社は辞めないけど違う部署に行くとか、なんか一つのプロジェクトが終わるっていうような感じがします。で例えば本当になんか区切りなのでね、こう12年サイクルの区切りなんですね。そして来年の夏から新しい12年始まるってなったら、その前に何をそぎ落としますか、どんな整理をしますかっていう時に、お仕事っていう時に何か区切りを打ちたい、区切りを置きたいなって思う方が多いので、ちょっと休みたいなもそうですし、で本当にやりきったんだったらやめたらいいと思うんです。そしてただすぐに見つけるというよりは、しっかりと休んでほしいんですね、この時期で。いや休めません、仕事も辞めませんという方は、この時期は無理なく、とにかく最低限こなすっていう程度でいいような気がします。なぜならば調整しなければいけないからです、自分自身を。で今とても辛い状況だ、例えばの話ですよ、とても仕事がしんどいと、辞めたいと、でも辞められません、経済的なこともあるし、この会社辞めたらもう次がないしってなった時は、とにかく今の状況の中で何を辞めるかを考えてください。例えば今までだったらもう本当に同僚にいい顔してとか、先輩にもいい顔して、いやだけど残業引き受けてってやってたけど、もうそれやめますみたいにするとか、なんか自分の中で本当サービス残業やめますなのか、心の持ち方、やり方を一つ何かやめてほしいんですね。そうしたらすっきりする。そして期限がもう決まってるから、来年の夏までの間にどのように自分を保つかっていうのが分かると思うんです。でそこまで持たないわっていう方は、途中で何かけじめをつけてゆっくりしても全然いいと思うんです。来年の夏からどうせ始まるから、また何かが。でいや頑張れそうですっていう方は、そこまで頑張っていただいたら、また新しい流れがそこから始まります。一般的にあるのは、もう本当にきつい、嫌だと思ってたけど、この時期超えたら、上司が変わりました、方針が変わりました、会社の体制変わりましたって、まるでなんか新しい会社に行ったかのようになったっていうところもあるっていう人もいるし、自分自身が異動になって新しい人たちの中に入ったっていうのもあるし、なのでこの期間をどのように自分自身を回復させるかっていうところで見た上で仕事を捉えてほしいんです。めちゃくちゃ仕事大好き、もうめちゃくちゃいいよっていう方はそのまま行ってもらったらいいんですけど、でもこれまでと同じような感じというよりは、とにかくサポートに徹するとかですね、もう自分の売り上げよりも誰かの応援に回るみたいな風にする方がいいですし、自分の仕事の中でも、じゃあリリースするのは来年の夏だから、それまでにものすごいいろいろ調べて研究して商品開発しようとかでもいいですし、こういうところでやっぱり太陽が出てて、なおかつここでもカップの9が出てるってことは、とっても応援されてるんですね。何を達成するんだろうみたいな感じ。はい、一つ参考にしてくださいね。
でカードで見た時にもう星の話ばっかりしちゃってますね、すいません。カードで見た時にやはり入り口がソードのページなので、今の仕事に対して自分で疑ってるんですよね。このまま続けていいのかな、これって自分に合うのかなみたいな、かといってじゃあすぐ何かすぐ移れるかっていうと移れない状況でも、自分の力を持て余してるような気がするっていうところで、なんとなく本当は休みたいし、十分休息取れてないのにまたすぐ次行かなくちゃいけないみたいな状況かもしれないので、本当にここは結構潔く何かを止めるとかやめるとか達成するっていうふうに考えておいてください。でも太陽が出てるからできる気がしますよ。ああもういいみたいな、もうやったみたいな気持ちですがすがしく終えられるのか、それともこれは達成、じゃあゆっくりしようって言って普通に仕事をこなしてっていうのも全然 OK ですね。ただ今のこの動きっていうのがやっぱり未来につながるんだよっていうふうに言われてるんですね。今だけじゃないんだよって、今やってるこのことが未来に必ずつながるから、自分をいたわりながらお仕事してくださいねっていうのがメッセージだなと思いました。はい、ではちょっとここから人間関係見てみましょう。人間関係というか恋愛運見てみましょうね。どなたかパートナーがいらっしゃる方はその方との関係を見てみます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。どなたのことを想像しながら見ていただくのか分かりませんが、カップの3、ワンドの2の逆、ソードページ逆、ソードキング、ジャスティス、デビルの逆、ペンタクス10、ワールド、そしてワンドのクイーンですね。今後の可能性としては女教皇ということで、関係性って言った時に悪くないって感じがしてて、でも2人で向き合ってっていうよりも2人以外の人も関わってるなって感じがします。共通の友達だったり、そのコミュニティとかそういう集まりだったり、2人でなんとかじゃなく3人とか4人とか家族とかそういうのも含めて関わる関係性なのかなって感じがします。で乙女座さんはすごく上手に相手のことを理解して相手の状況に合わせた行動をとってるんだなと思いますね。で最初はこの相手の人もちょっと冷たいのかなって感じがしたり、すごく理性で対応してきてるみたいな感じがあったんですけど、でも今は乙女座さんの存在をすごくありがたく思ってる。もう乙女座さんがいない世界はありえないと思ってるぐらいすごくありがたいと思ってるし、こんなに自分のことを理解してくれる人いないんじゃないかなって思ってるって感じがします、相手は。若干ちょっと都合いいっていうかそういう感じもしますけどね。自分は自分の世界があって好きなことをして、その中で自分が会いたい時にこの乙女座さんがちゃんとそばにいてくれるみたいな感じがするので、でも相手からしたらすごくありがたい存在ですよ。なので乙女座さんはその状況を踏まえてどのようにこの人と向き合っていくのかなっていうことをちょっと考えてるのかなって感じがしますね。表面的には何の問題もないし何にも揉めてないんですよ。だけど心の奥底の方で本当にこの人でいいのかなとか、将来はあるのかなとか、そういうことを考えてどうしようかなって思ってるかもしれない。でもこれは恋愛に限らずなんです。今年の後半から来年の7月までの間に人生をいろんな意味で修正したり整えたりっていう時なので、自分の一人の時間でしっかりと内省するっていうのもとても重要な時なんですね。だからそれも含めてこの人との関係をもう一度改めて考えてるってことかもしれません。相手はね、乙女座さんさえ良ければずっとこのままでいたいっていう感じがしますよ。でも乙女座さんが望む生活や望むあり方とはちょっと違うのかなこの人はっていう感じがして、それを決めていかなきゃいけないのかもしれないけど、でもゆっくり決めたらいいと思います。その焦らずに。特にヒントが、8月は皆既日食があっていろいろ揺さぶられやすい時なので、
8月は決断しない方がいいかな。ちょっとどっちかというと自分を大切にしてほしい感じで、やっぱりお誕生日迎えてからゆっくりと感じていただく方がいい気がします。ちょっともうちょっと見てみます。乙女座さんはやっぱすごく相手に対して尽くしてるのとか気遣ってあげてるエネルギーがすごく強いんですね。だから相手からしたら本当に嬉しい、本当にありがたいみたいな感じです。なんかまるでちょっとこれ例え話ですよ、例え話。まるで相手はかなり年配の男性でも乙女座さんはすごくこう若々しい感性を持っていて、誰だって他にいるでしょって思うけど乙女さんこの人が好きみたいなそんな感じで、この相手の人からしたらもう本当に乙女座さんと自分が会えたのも本当もうラッキーだし、嬉しく思ってるって感じですね。でもなぜかちょっとなんかいろんな人何人かで会うんだったら全然いいけど、なかなか2人っきりで会いづらいみたいな感じがちょっとある感じがしますね。そして乙女座さんはやっぱりお互いが心地よく過ごすためにはもう少しちゃんと相手の言うことを聞くだけじゃなくて、もうちょっとこっちのことも重宝してほしいとか、もうちょっとこうルールを決めたいとか、そういう思いがあるのかもしれないし、もしかしたら私は違う人を好きになってしまったんだろうかみたいな、そんな感じもあるのかもしれませんね。でもね、可能性としてヒントとして出てるカードが女教皇で、女教皇っていうのはもう白か黒かみたいな感じで頭で考えてしまいやすいカードなんですね。この人は自分の人生にとっていいのか悪いのか、メリットがあるのかないのか、縁があるのかないのかみたいな。でも人との関係ってそんなにはっきりと白黒つけられないですよね。感情ってなんかまだまだそこまでのはっきりした結論が出せないって感じがするんです。なのでその結果がどうとかっていうよりも、今この夏は自分が関わりたいようにこの人に関わってみる。相手はだってもう本当にめちゃくちゃ受け入れてますから、多少わがまま言ったっていいんじゃないって感じがするので、自分のやりたいように提案してみて、それが受け入れられるかられないかっていうところでまた9月以降に考えていけばいいのかなって感じがしました。そして一緒にいて、それがお友達とか別の人とも一緒であったとしても、その中で感じ合える豊かさっていうものはまだまだあるから、それをしっかりと体験してくださいって感じがしました。そんな感じかな。いかがでしょうか。なんかヒントになりましたでしょうか。ヒントになったらいいな。ヒントになったよって方は、いいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。最後に人間関係全般見てみます。これからね、出会いが欲しいなっていう方もいらっしゃるかもしれないし、普通にお友達関係の人間関係も含めね、見てみますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。カップ8、カップ6の逆、吊るし人逆、ワンド3、デビル逆、太陽逆、ソードの4逆、ジャッジメント、ソードの2の逆、そしてオラクルは女教皇、また出ましたね。はい、そうですね。私ちょっと混ぜてる時に思ったんですけれども、私ね、言ってもまだ1年ここからですから長いんですけど、この1年の間にやっぱりどこかに行ってほしいなって感じがしました。気分転換にでもちょっとお休み取れるなら長い期間でどっか自然の多いとことか、自分がちょっと住んでみたい街とかでもいいし、引っ越しとかしてもいいし、なんか環境が変わることによって自分がとっても落ち着く感じがしたので、もしそういうチャンスがある方はぜひ環境を変えてみて、そして感じてみてほしいんですね。でそうすることによっていろんなものが変わるんです。運勢っていうか
感覚がね。で人間関係においては本当にそこで出会う人たちっていうのがとても新鮮で楽しい。でも自分が何も変わらない環境の中にいると、その環境の中で何を手放していきますかっていう感じが出るので、もうこの人との関係もやめたいとか、そういう風な気持ちになるのかなと思ったんです。なので関係性っていうのを見た時に、もちろん誰だっていい人間関係は欲しいけれども、ただこれまでのように自分が世話を焼いてあげたりとか、自分が何かをしてあげなくちゃいけないっていう関係性はもういらないみたいな感じがあって、どっちかっていうともう何もしてあげなくたってそばに入れる人だったり、お互いがそのままで、無理なくいられる人がいいって感じがあって、だから変に友達と気を使って過ごすとかっていうのもしたくないみたいなそんな感じがあります。そしてでも本当にね、ご縁のある人っていうのは縁があるんですよ。多少連絡しなかったって巡り合う時は巡り合うし、なんとなく思うんですけど、やっぱり自分の心の中に喜びとか楽しみをちゃんと咲かしててほしいって感じがしました。一人でも全然楽しめるじゃないですか。誰かと一緒じゃないとダメってこと全然ないし、テーマがねどうしても世の中でとか世界でとか言うんじゃなくて、自分の世界を豊かにしてねっていうテーマだから、誰とわちゃわちゃが楽しんでとかっていうのも、一人でゆっくりしてほしい、一人で楽しんでほしい、一人で感じてほしいって感じなんですよ。それさえちゃんとできてれば余裕を持って他者と関われますよっていう感じ。でも今の状況を見ると、もう人のうざさっていうか面倒くさい人とはもう関わりたくないっていうような感じがあるんですね。そしてもう切り回すみたいな、もう誰かとの縁切り回すみたいな感じがあって、切った後にすっきりみたいな感じがあるんですよ。やっともう晴れ晴れみたいな感じで、その後はもうちょっとしばらく一人でゆっくりさせてくださいみたいな感じがあるんです。だからいいんじゃないでしょうか、それで。そしてやっぱり今行っている行動や感じていることっていうのはやっぱりつながっていくし、人間関係って言われているところでもまたこれが出てきて、さっきの女教皇ですよね。白か黒じゃもう決められないですよねみたいな、自分がこういう友達が欲しいって思っててもそうじゃない友達もできるだろうし、関わりたくないと思ってても関わらなきゃいけない人も出てくるかもしれないし、なのでやっぱりその時その時必要があって関わってるんだなっていう感覚で、自分の頭でこの人はいい人、この人はダメな人みたいな感じで白黒つけなくてもいいんだなって感じがしました。そして何よりも誰かに惑わされるっていうことはしないように、自分で自分を整えてみてください。ちょっとねここ 2,3 年ぐらいってちょっと人間関係には疲れていたと思うんですね。それでも頑張って耐え抜いたわけですよ。ここまでやってきたわけですよ。もう十分もうねぎらってもいいじゃないですか、自分を。でこれって同じことが起こるとか嫌なことが起こるってことは全くないんです。もう自分が経験したこと、人が怖いと思ったこととか信用できないなと思ったことも含め、だからこそ自分はどうありたいのか、人に対して誠実でありたいとか、そういうのを学んだわけで、これ以上本当に自分のエネルギーを誰かに引っ張られないようにしたいし、リセットができるって感じです。8月、特に8月。そしてそうすることによって心の中がより一層豊かになる。優しさとか喜びがやっと素直に咲くって感じかな。咲いても咲いても今までは誰かに持ってかれたみたいな感じがあるんですけど、やっと素直に自分の喜びを感じられるよって感じがしました。はい、いかがでしょうか。何か参考になったら嬉しいです。もし出会いを求めてる人は自分のこだわりを捨てて、もうそのまんまであっけらかんと飾らずに自分を出せたら関係性はあると。でも今誰かと本当に向き合いましょうっていう感じじゃないなって感じがするので、まずはちょっとこの夏は自分をゆっくりする、お誕生日まではゆっくりするぐらいでもいいのかもしれないなと思いました。はい、ということで最後にもう一枚オラクルカードを引いてみますね。この3ヶ月の亀田さんのちょっともうこれかな。
はい、このカードを見て何か感じるものがあれば皆さんも直感使ってメッセージ受け取ってくださいね。自分の中に英知があってインスピレーションもね自分から湧いてくるし、何かやっぱり感じるものがあるんじゃないですか。自然の中でゆっくりすることで本当に大事なものが分かるような気がしました。はい、ということで今回もありがとうございました。ぜひ豊かな時間をお過ごしください。失礼します。